ということで本日曇り、雨降んのかな、傘持ってきてないけど。おはようございます。そんなわけでね、 GoPro ミッション1 Pro 今これで撮影しています。久しぶりに出勤がてらの映像ということで、今日はね 4K60p のオープンゲート4対3で撮影しています。もうね基本的にこのミッション1 Pro4K60p でいいかなというふうに思っていて、タイムラインそのものはね 30p なんだけど、ちょっとした時にね2倍のスローモーションにできるっていうのが結構ありがたいんで、今のところこれを基本設定にしていこうかなと思います。で、音声どんな感じでしょう。今結構風吹いてるんですけれども、風切り音とか大丈夫でしょうかね。で、今日の動画ではね、このミッション1 Pro の筐体ね、本体っていうのがどんな感じなのかっていうのを詳しく見ていこうと思っていて、っていうのもディスプレイとかがね今回から有機 EL に変わったりして UI なんかも変わってるんでね、その辺も簡単に紹介してみようと思うんですけど、確かね今日明日ぐらい28日までだったかな、この本体を今GoPro で買うとグリップがね無料でついてくる期間なんですよね。それがね多分ね28日までとかなんで、その辺のグリップっていうのもどんな感じなのかっていうのは今日ざっくりと紹介できればいいかなと思います。はい、どうもこんにちは、向川です。ということで、今日はね、先日お送りした GoPro Mission 1 Pro のレビューの続きと言いましょうかね。レビュー本編の中では紹介しきれなかった部分っていうのを拾っていこうと思っていて、今日はね、その GoPro Mission 1 Pro のその本体のこの筐体部分っていうのをじっくり見ていったりだとか、あと一緒にね発売されたこのグリップですね。これはね28日までにこのミッション1 Pro をね購入すると無料でついてくるものなんで、こういった部分を今日は見ていこうと思います。はい、ということでね、これが GoPro Mission 1 Pro の本体で、ちなみにこっちが GoPro Hero 13ですね。こうやってね上からね見てみるとそんなに大きさっていうのはね変わりがないかなとは思うんですけれども、でも全体的にサイズ感としては大きくなっていて、特にこの厚みの部分ですね。これのミッション1 Pro にはレンズフードっていうのがねついてるんですけれども、これを外すとこんな感じになって、やっぱりね一番ね変わったのは厚み、1インチセンサーを搭載したりだとか、あとあらゆる面でね今回アップグレードがされているということで、その辺の部分がね特にこのレンズ部分の厚みっていうのに出ているのかなというふうに思います。あと重さに関してなんですけれども、 GoPro Hero 13の方っていうのが 159g なのに対して、こっちは 207g ということで、やっぱりね重さ的にもね持ち比べてみるとミッション1 Pro の方が重いなっていうのが分かるぐらいですね。で、あと今回からねこのゴムのねレンズフードっていうのがつくんですね。でこんな感じでもうすぐにね取り外しっていうのもできるんです。これがね結構いいのが、やっぱりレンズ部分っていうのがね今回突起したっていうこともあって、レンズフードをつけていないとこのレンズをねやっぱ触ってしまう機会っていうのが多くなるんですね。なんだけれどもこのレンズフードをつけているとこうやってね手でガッと掴んだ時なんかでもレンズにね触れないんですよね。レンズを傷から守るというよりもね、こういった指紋なんかをつきにくくする役割っていうのもあるのかなというふうに思います。あと筐体部分のデザイン的な違いでいうと、このボタンですね。ボタン、電源ボタンもそうですし、この録画ボタンの部分もそうなんですけれども、この部分が突起っていうのがねだいぶ大きくなって、電源入れるのも録画を入れるのも以前よりもスムーズにできるようになったかなと。で、あとこの立ち上がりのスピード感っていうのを見ていこうと思います。今の電源オフの状態から電源を入れてみます。こんな感じで、電源をオフにするときはちょっと長押しですね。そうするとこんな感じで、ただ今これあっという間に起動して簡単に落ちるっていう風な感じなんですけれども、これさっきまでねこれちょっと使っていたっていうこともあって、長い時間スタンバイ状態から電源をオンにするとやっぱり若干時間はかかるかなという風な形です。で、あとこのグリップですね。このグリップ、今回からこのグリップっていうのが登場して、これがね結構ね便利なんですよね。使い方っていうのはねものすごく簡単で、ここにプレスボタンっていうのがあるんで、ここを押すとこのケージの部分っていうのがね外れるようになるんで、これをもうそのまま突っ込む、ちゃんとそうするとグリップとして使うことができて、であとここのところね、であとこの部分っていうのが録画ボタンと連動しているっていうこともあって、ここをパッと押すとすぐに録画が開始することができる。でこのケージなんですけれども、ちょっと一旦また取り外すとですね、これは分解が可能で、パーツとしてはね3つの構成になっているんですね。こんな感じでこういう3つの部分になっていて、
これがケージなんですよ。ここね、こんな感じで。これケージとして単体で使ってもですね、ここにコールドシューっていうのができたりだとか、あとここのところにもね4分の1ネジっていうのが追加されていて、であとこの部分にねボタンっていうのがあって、これを押すとここが取り外すことができるようになるんですね。なのでここが蓋のような形になるんで、データであったりねバッテリーを取り外す時なんかもこのケージからねいちいち取り外さなくても、ここを押せばここからアクセスできるということです。なので僕は今これ基本的にこのケージにつけたままっていうような形で、あとハンドルの部分っていうのはここに取り付けるような形ですね。でこの上のところがね、これがシャッターボタンみたいな形になっていて、このケージのコールドシューのところにこれを取り付けるとボタンがね突起しているっていうこともあって、ここを押すことでねこれが連動してこのシャッターボタンを押してくれるという風な形です。特にこのシャッターボタンであったりこのハンドル部分っていうのは写真ですね、写真を撮る時なんかにはかなり便利なシャッターグリップになってくれますし、であと映像を撮る時なんかでもこういう風な握りっていうのができるんで、本体を触らなくてもねがっちりと固定できるんで、あとこのケージの部分にこのコールドシューなんかもねついているっていうこともあって、こういったハンドルですね、これトップハンドルなんですけれども、これコールドシューのところにつけるトップハンドル、これなんかをつけるとレビュー用にサンプル映像っていうのを撮りに行った時は結構こういう風な形で撮影することっていうのも多くて、トップハンドルがあるとねこういう風な形で持ち歩けるんで楽なんですよね。で撮る時なんかもこういう風な形でがっちりと撮ることができたりだとか、あとローアングルなんかでね撮る時なんかにはかなり使いやすいですし、であとこの GoPro Mission Pro にはね水平ロックっていう機能もついていますし、何よりもオープンゲート撮影っていうのができるんで、多少水平が乱れたところで、水平ロックをかけていると自動的に補正してくれますし、水平ロックを使っていない状態であってもねオープンゲートで撮影しておけば後からね水平っていうのは撮れるんで、この辺もフレーミングせずに撮影する際なんかにはコールドシューにこういったトップハンドルをつけて撮影するっていうのもおすすめかなというふうに思います。なので個人的な運用としてはこのシャッターグリップっていうのはね僕の場合は常にはつけていないんですけれども、コンパクトに行きたい時はケージに入れた状態で、あとハンドルなんかが欲しい時はこれをパッとつける。そうするとこんな感じで安定した写真や映像も撮りやすいということで、このグリップはねほんとおすすめなんですよね。でやっぱり何よりもですね、これグリップをつけるとただでさえかっこいい GoPro がさらにかっこよくなるんですよね。これガジェットのデザインとしてもねよくできていて、であとこのグリップの底のところにはこういった4分の1ネジっていうのも、このケージをつけちゃうとねこのね4分の1ネジっていうのがね物によってはアクセスできなくなってしまうんで、この部分の4分の1ネジなんかを使って、ミニ三脚なんかに拡張することもできるということです。それではこの画面の方っていうのを見ていこうと思うんですけれども、こんな感じでね、こっちが GoPro Hero 13でこっちが Mission 1 Pro、 ディスプレイっていうのもねちょっと大きくなっていたりだとか、あと今回からですねディスプレイがねめっちゃ綺麗なんですよ。この段階で GoPro Hero 13の方はね真っ暗になっているとノイズっていうのがねディスプレイにも出ちゃうんですけれども、こんな感じで真っ暗になってもねノイズっていうのがほとんど見えないんですよね。今回からこのディスプレイもね UQL が採用されたっていうこともあってめっちゃ綺麗なんですよね。ちょっとこのカメラで見えるかどうかはわからないんですけれども、ディスプレイの上部のところに左からシャッタースピード、 ISO、EV でホワイトバランスっていう4つのデータっていうのが常時ね見れるようになったんですね。なのでシャッタースピードであったり ISO がどういうふうに変化するのかっていうのが目視で確認できるようになったんですよ。でちなみに今はシャッタースピードが132で ISO が990でホワイトバランスが5600っていう風な形で、実はこれまでの GoPro っていうのも GoPro Labs を使うとこういったデータっていうのをディスプレイに出すことができたんですけれども、今回からはこれが常時オンになっているということと、あとやっぱりねここ見ていただいたら分かるようにマイクっていうのもねちゃんと出るようになったんですね。音声っていうのもすごく見やすくなりました。あと基本的な操作性っていうのはこれまでと同じで、上から下にスワイプするとこういうふうな一般ですね、一般設定っていうのができて、であとここに音声トラックっていうのもここで確認できるようになってます。で今回からねメイントラックとあとUSB-C であったり、あと Bluetooth なんかでね接続する時なんかもこのトラック2っていうのが使えるようになっているということなんですね。撮影のセッティングを変える時っていうのはこの部分ですね、ビデオの部分っていうのをタップするとこういうふうな形で、各種設定が変えられるということなんですね。で今回からねいろいろと新しい項目なんかっていうのも出てきていて、基本的な操作方法っていうのは変わらないんですけれども UI なんかで変わった部分っていうのもあるんで、そういった細かな部分での設定方法に関してはまた別の動画で詳しく見ていければいいかなと思います。はい、ということで
今日お伝えしたかったのはこのケージですね。このケージ。これケージがとにかくかっこいいっていうことなんですよ。このグリップをつけるとね、写真なんかも撮りやすくなりますし、写真を撮らない場合なんかでもね、この上のシャッターっていうのを外せば、ここがねちょうどね親指置き場みたいになって、今までやっぱりこういう風なね持ち方とかっていうのをしていたと思うんですけれども、それよりもずっと安定した形で撮影ができるので、このねケージとグリップっていうのも一緒に使っていただきたいかなというふうに思います。で僕自身も今後ねこの内部の設定に関してはね、いろんなシーンで使いながら深掘りしていこうと思いますので、その辺もまたこの動画の中でご紹介できればいいかなと思います。というわけで今日はこの辺で面影でした。